ボンジュートゥルモン、モアッセペンダコ先生。今までペンやトーン、原稿用紙の使い方など、漫画を描くためのいろんなことをお話ししてきました。今回は漫画ならではの要素である枠線についてお話しします。実は枠線にも覚えておくべきルールや注意事項があります。私自身、学生の作品をチェックするときにまず確認するのが枠線が正しく使えているかです。この動画では枠線のルールや注意点、アナログとクリスタでの枠線を引くコツを解説します。アローセッパーティペンダ普段なんとなく読んでいる漫画。このコマとコマの間の溝の幅が上下と左右で違うことは皆さんご存知ですよね。これにもちゃんとした理由があるんです。横のコマへの視線の動きは読者にとって小さな視線の動きです。しかし上下の移動は視線の動きが大きいですね。だからこの幅を大きくとっているんです。試しにこのページのコマとコマの溝の幅を均等にしてみましょう。オリジナルではどのバンドにどのコマがあるのか一目で分かりやすいです。しかし均等にすると分かりづらくなってしまいますね。読者にとって読みやすい漫画にするためにもこの幅のコントラストをつけましょう。この間隔の長さは作家によって様々です。実際にプロの漫画家が何ミリくらいにしているのか確認してみましょう。まずは少年漫画のナルトを見てみましょう。これは僕がオフィシャルストアで買った原稿のレプリカです。横が10ミリ、縦が4ミリ。縦と横の長さの差が倍以上ありますね。次は少女漫画の君に届け。横は5ミリ、縦が2ミリ。ナルトに比べて半分の長さしかありません。最後に青年漫画のナス。横は5ミリ、縦が4ミリ。たった1ミリしか差がありませんが、先ほどお話ししたルールは尊重していますね。3つを並べてみても分かるように作家によって長さが違います。初心者の人はひとまずこれくらいの長さにしましょう。基本の幅を決めたら特別な理由がない限りその間隔を守りましょう。特別な例をいくつか挙げてみます。まずはトランジション。通常より枠線の幅を広くする。これで前後のコマの間に長い時間が経ったことや場所が変わったことを表現できます。こちらは逆に溝をなくしています。一瞬のうちに複数のアクションが起きていることをこれで表現しています。少女漫画のちはやふるではキャラクターの回想シーンを溝をなくして表現しています。しかも枠線を点描で描いています。普通の枠線を使わないことで読者の印象に残るように工夫されているわけですね。特別な演出を際立たせるためにも基本のページの枠線の幅は尊重しましょう。次は実際に原稿作業をする時のアナログとクリスタでの作業のコツと方法をお話ししていきます。ペンダまずはアナログから。枠線を引くための画材はこれ、ライナー。理由は簡単に均等な太さの線を引けるからです。もし枠線に強弱がついていると読みづらい漫画になってしまいます。だから私は筆ペンや G ペンはおすすめしません。線の太さは 0.7 や 0.8 くらいの太さがいいでしょう。枠線がキャラクターの線よりも細いと読みづらくなってしまうからです。そしてもう一つおすすめの道具があります。グリッドのついた定規です。私はまっすぐな線を引くのがとても苦手なんです。だからこれは私にとっての必需品です。原稿用紙のメモリや枠にグリッドを合わせれば
綺麗な直線を引けるからです。次はクリスタの解説です。クリスタでの枠線の引き方はいろんな方法があります。今回はとても簡単かつシンプルな方法を紹介します。その前に単位をピクセルからミリメートルに設定してください。やり方はこちらの動画で紹介しています。設定されましたか？それでは解説を始めますね。まずは枠線のレイヤーを作りましょう。カルクのヌーボーカルクからこれを選びます。すると新しいウィンドウが現れます。ここで線の太さを設定できます。今回は 8mm に設定しておきましょう。OK を押すと内枠に沿った枠線が作成されます。これをツールを使って小回りしていきます。枠線の幅を設定しましょう。この2つの数字を調整します。ここはオレンジの部分。今回は 3mm にします。下はこの黄緑の部分。今回は 7mm にしましょう。これでコマを割る準備ができました。このネームに合わせてコマを割ってみます。コマを割りたい場所をシフトを押しながらクリック&ドラッグします。これでコマを割ることができました。もし斜めにコマを割りたい場合はシフトを押さずにクリック&ドラッグします。この繰り返しでどんどんコマを割りましょう。シフトを押しながらクリック&ドラッグです。次はコマの大きさを調整してみましょう。まずは1コマ目をページの端まで大きくしてみましょう。1コマ目のレイヤーをクリックします。コントロールを押すとコマの周りに丸や三角の記号が出てきます。黄色の三角を押すと原稿の端までコマを大きくすることができます。青い丸はクリック&ドラッグでコマの大きさを微調整することができます。これでコマ割りが完成しました。最後にレイヤーを整理しましょう。このアイコンをクリックするとフォルダを作成できます。フォルダの中にコマのレイヤーをすべて入れてしまいましょう。これで見た目がすっきりしますね。あとはもう書くだけです。てんだこ。今回は枠線についてお話ししました。コマとコマの間にもちゃんと理由と役割があるんですね。動画が参考になった人は高評価と誰かに共有してください。皆さんの漫画制作に役に立ったら嬉しいです。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。アビアント。